こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は光と闇についてお話ししたいと思っています。光と闇ってね、なんていうのかな。自分の闇が見れると、強いよね、やっぱし。で、ちょっとね、これなんで撮ろうかと思ったかっていうと、ご質問いただいたんですよ。スターシードチャンネルでも話が出てた闇のことを、聞きたいっていう感じで、見たくない闇に目を向けて光当てなくちゃいけないのかなっていうか、その幻想だって分かっててもね、これはね、見たくない闇に目を向けて光を当てないと、別に光当てなくていいっていうか、自分のこういう闇に対して反応するってことは、自分の内側の闇を見てない可能性が強いっていうことを見た方がいいかもしれないね。嫌に反応する人、こういう闇みたいなところとか分離に対してすごく反応する人っていうのは、自分の内側のものに対して自分が見てない可能性があるって思った方がいいかも。だから見るのは自分自身の方かもしれないね。で、ライトワーカーの方で世界の闇について訴えている動画も増えてきてて、 HSP なのでおぞましい闇に触れるとものすごい鳥肌とかが立っちゃうっていう、こういう方多いんじゃないかと思うんだけど、だから闇が悪いものだっていう感じの観念がすっごい入ってるっていうところだと思うんだけど、私たちって全て陰と陽があるものだよね。50% が光で 50% が闇だって思った方がいいと思うんですよ。自分ってもう半分半分絶対にセットなんですよね。自分がこれ太陽に当たって太陽に当たった後ろに影が必ずできるじゃないですか。もうね、光と闇って必ずセットなんですよ。でこっちやったりこっちやったりっていう、そういうのをずっと繰り返して遊んでんですよ。私たち大きい目で見た時に。で、今このアセンションの時っていうのは、この今まで、地球の中であったことの、光が強くなってきたから、わーって今まで起きていた闇みたいのが浮き彫りになってくるっていう感じだと思うね。だからこれはこれでいいんだけど、でそこで何が起きてたかとか、そういうものに反応するってことは、自分自身の闇っていうところを見る時って思った方がいいと思うんですね。で、闇の部分ってなんだろう。だから見たくない部分、ブロックかな。自分自身だから、そのアセンションをしていく全ての星の過程っていうのはさ、やっぱりその自分自身の感情と向き合うってことをやるみたいなんですよね。だから自分自身の小さい頃のこととか、すっごいさ、だから原始的なんですよ。原始的になるんだけど、ここどんなにさテクノロジーが発達した宇宙だって、そういうことをやってアセンションしてきている。全ての星がそうやってアセンションしてきてるみたいだから、私たちがやらなくちゃいけないのは、自分自身のやっぱブロック外したり、闇と向き合うってこと。闇というかブロックと向き合うみたいな、自分の見たくない部分を直視するってことですね。自分のペースでいいけど、だからここの部分が直視できてたり見えるようになってくる、そういう部分に対して向き合える自分になってくると、外側で起きることのそういうものに対していちいちジャッジ入れなくなってくるんですよ。ニュートラルな視点でただ目視するっていうか、そういうものもあるんだろうなっていう感じで見れるんですね。すごい強さを持つんですよ。強さを持つし、本質を見抜けるようになるというか。で、ここの部分をだから蓋して光ばっかり見てる、やっぱりこうレムリア系の人っていうのかな、スピリチュアルやってる人で、やっぱりこうふわふわスピリチュアルって言われてる人たちは結構なんていうのかな、言われてる人たちっていうか、私もよく言われるんだけど私結構ふわふわスピリチュアルと真逆かもしれないよね。ライブとかだとさ、結構ふわ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 してるように見えるじゃない。あれはね、結構みんなの振動でそうなっちゃうんですよ。嬉しく楽しくなっちゃうんだけど、実際の私って結構闇と向き合ってきてて、現実的なんですよ。ものすごい現実をどうやったらうまくいかせるかってことばっかり考えてきたから、現実スピリチュアルかもしれないね。で、だからこう闇と向き合うのも大好物ですよ。自分の闇と向き合うこと大好物みたいな、ブロック外し大好物みたいな感じだから、
ずっとそういうことをやってきたんだよな。だから見ないってことはありえないですよ。そういう自分の見たくない部分を見ないってことは絶対にありえない。見る、直視する、苦しいですよ。最近出てきたやつはやっぱほら嫉妬とか執着とかがさやっぱ出てきたんですよ。わーって出てきて、うわー気持ち悪いなと思ったけど、何こんな感じになってんだろうとかさ、そうだけどそれは結構過去世からの自分のものだったんだよね、見てて。でも向き合って泣いてわめいて旦那さんに当たって子供に当たってとかさなんか散々暴れ、自分と向き合ってみたいな、ボロボロになり、でもケロッとしてみたいな、っていう感じの自分とまた向き合ったりも最近してたし、嫌ですよそんな自分。嫌だけどそういうことの繰り返しなんですよ。繰り返していくとだんだんそういうものがなくなっていくんだよね。やっぱしこういうふうに向き合うことがだからほとんどなくなってきてるんですよ。私とかの場合だとずっと向き合ってきてるから、だから分かんないよ。皆さんがもう向き合えてんだったら全然いいと思うけど、闇に嫌になんていうのかな、反応する人、気持ち悪い感じとかさ、なんかYouTube とかに出てるだから陰謀論とかは結構番組みたいになってて、作られてるとか怖い感じ、ものすごいおどろしいものみたいな感じに作られたりするから、それを全部見てくださいって言ってんじゃなくて、エネルギーとして感じればいいと思うのね。エネルギーとして感じるっていうのは全部を全然見ないで、なんとなくこういうそういうなんていうの、サムネイルみたいになるじゃない。それを見た時になんとなくこういうこともあったのかもしれないな、なるほどみたいな、なんとなく自分の中の感覚としてここの部分でそういうところももしかしたら、地球はあったのかなっていうところをこうなんていうの、認められるっていうか、そういう感じでやれば全然いいと思うんだけど、もちろん見てもいいと思うけどね、でもそこに対してほらなんとかしなくちゃとかね、なんて言うんだろう、闇とか光とかそんなこと絶対ありえないとか、なんて言うんだろう、そういうすごい正義感みたいな感情が出てくるっていうことは、もしかしたら自分の中にそういう見たくない部分があって、あとその過去世からの自分自身がそういう正義感っていうところでいい悪いっていうところの何かをやっていた可能性もあるから、なんて言うんだろう、やっぱだから戦争反対みたいにやってたら戦争は増えるんですよ。でもそれ認めるっていうの、何がいい何が悪いじゃなくてさ、そういう反応する自分っていうところと向き合う、これが統合であると思いますから、ここは結構分かりやすいんじゃないかと思います。結構ねレムリア系の人だよな。だから光ばっかり見てると弱いよ。本当にちょっと気持ち悪いよ。光ばっか見てる感じになっちゃうと。気持ち悪いっていうのは何ていうのかな、綺麗事ばっか言ってるように見えちゃうから、自分も苦しくなってくると思う。だから光ばっかり見てる感じになってくるとこう闇がいけないことっていう、光が良くて闇がいけないみたいな、そういう判断のジャッジが自分が持ってるってことだし、あとそういう感じのやっぱ今まで地球だったよね。なんか悪魔と天使みたいなちゃんとそうやって分けたりして、ちゃんとというかさ、そういう風にして遊んでたんだし、そういうだから天使が良くて悪魔が悪いみたいな感じだったと思うんだけど、これ絶対にセットなんですよ。50% は光で 50% が闇なんですよ、自分自身がね。これ全部だから創造主自分だから、で自分の中にも絶対あるんですよね。だけどみんな100% 光なのが素晴らしいって思い込んでるんじゃないかと思うんだけど、 50% も闇も常にセットで持ち続けてるって思った方がいいと思うんですよね。だからニュートラルな視点で自分のことが見れるし、ジャッジしなくなるし、そのね、なんて言うんだろう、自分が強くなるよね。絶対持ってるはずだし、持ち続けると思うんですよ。こういういろんな自分が出てくるから、こう裏表私もさ、だからこういう天使のようなあきこさん癒されますなんて言われる時と、もう私のことをよく知ってる人とかはやっぱりだから悪魔のような私もいますからね。こんなろうみたいな旦那さんと大喧嘩する時とかは結構こう
パンチする時はそれはないなパンチパンチはないけどなんていうのかな、すごいこう強いですよ。私ものすごい強いから、我が強いというかね、自分が強いというか、そういう悪魔みたいな自分ももちろんいますし、そういうのも全部認めて自分大好きみたいなところあるから、そういう自分を認めてあげるといいんじゃないかなと思いますね。で自分の闇と向き合えると、だからそういう地球で何が起きてたかとか闇とか、あとその物事の本質がやっぱりね、まずなんていうのか見れる、何を言おうとしてるのかなっていう本質が分かるようになるし、やっぱジャッジ入れなくなってくるかな。そうここをやっぱりこう超えて私たちはこうやっていく時だと思うから、ここにさここにクマができてきちゃうパソコンばっか見てて、そういう感じのねところがあるんじゃないかと思いますので、よかったら向き合っていただくといいんじゃないかと思いますね。ここはね本当にね今大事な時かもしれない。楽しいですからやってみてください。だからこういう自分自身と向き合って、こういうものが出て、ブロックみたいのが出てきたら外していく、認めて。インナーチャイルドでもそうだよね。今日はインナーチャイルドで、明日はブロックになるかもしれないし、明日はその陰謀論みたいなのに反応する自分かもしれないけど、そういうものも反応してる自分っていうのに対して、それはだから潜在意識が教えてくれてんだよね。潜在意識から上がってきて、潜在意識に自分が認識してるところまでレベルに上がってきて、これは今外す時だよっていうのを教えてくれてるっていうことだと思うから、ここの部分とよかったら向き合ってみてください。でここをやっぱ向き合っていく強さを持っていくと無敵ですよ。無敵だって怖いもんなくなるから、自分と向き合える強さってすごいですよ。一番怖いのは自分自身の闇というか、内側を見るのが一番怖いよ、やっぱし。恐怖心として一番ここがあると思う。でもここと向き合えると、外側のことは何でも認められてニュートラルな視点持てるようになるから、この力強さを持ってやっぱり私たち生きていくっていう感じだと思うんですよね。アセンションこうやって進んでいくみたいだから、よかったら向き合ってみてください。ではでは。